さあ今ケルンの、中心地からスマートに乗って出発します。新型スマート、今回は非常に、スマートのオリジナリティを守りつつも、新しい開発をしてます。実はルノーのトゥインゴとこのスマートがある意味プラットフォーム共用なんですね。スマートもともとリアエンジンでしたから、今回はスマート44、42ともに同じリアエンジンで2ドアと4ドア、ルノーのトゥインゴと共用化してお互いにシナジー効果を高めているわけです。ツインクラッチになったんで、今までのシングルクラッチと違って発進がやっぱりスムーズですね。トルクが非常に大きいですね。ということで、なんか乗った感じはもうスマートって感じがないですね。これほど劇的に変化した2代目っていうのはちょっと見当たらないぐらいだと思いますけども、スマートはもともと全長3メートル切って、本当に小さい車をメルセデス・ベンツが作るんだということで、ただ問題なのは安全性で、特にぶつかった時の衝突安全なんですけど、そのためにリアにエンジンを持っていってフロントエンジンスペースを、開けてですね、そこが全部エネルギー吸収できるようにしてるんですね。ですから実際のエネルギー吸収のエリアは S クラス並み、あるいは S クラス以上と言われてます。このスマートが登場した90年代後半に、確か E クラスとカー2カーで、正面衝突でぶつけて、スマートの乗員の安全性を、証明したわけです。乗る前はスマートはもういいかなってちょっと思ってたんですけど、やっぱり乗っちゃうと新型スマート相当いいですね。劇的に変わったスマート、全長全幅に対してはちょっと重心が高めなので、安定性、ロールオーバー、そういったところを気遣ってか、ちょっとやっぱ乗り心地が固めですよね。それはもう初代のモデルから同じだったんですけど、ヨーロッパの他のメーカーも、1リッターから1.2リッターぐらいの DCT ツインクラッチを持ってますが、実は軽い車ほど半クラの時間が短くて済むので、クラッチの負担はないと思うんですね。そういう意味で、ゴルフが使ってる 1.2 の DCT とはちょっと制御もなんか幾分こっちの方がこなれてるというか、半クラッチの時間が短い分、スムーズに走ってるような感じですね。この広さは、2人乗りということを考えれば、受け入れるのであれば、十分クオリティオブドライビングが高まってる、そんな感じがしますね。前より幅が広がったということはトレッドが広がったので、安定性も高まってるような感じがしますね。今までのスマート一番の弱点は横風に弱かったんですね。だからアクアラインなんか渡るとちょっとブラブラしてたで、ゴルフに行く時に怖かったんですけど、それはもう完全に、払拭されたと思います。今回ドイツのケルンで新型スマートの試乗会に参加しました。今回はですね、スマート42、44とも、オリジナリティあるそのリアエンジンのスマートのコンセプトをスマート44にも踏襲されてますので、今までのスマート42、44との関係よりも今回は密にリアエンジンのスマートが揃ったわけですけども、非常にそのトピックスとしてはですね、ツインクラッチの DCT と、新開発のターボエンジン、これによって実際に乗ってみた時の印象は、もはやシティコミューターというよりも、高速道路からワインディングまで非常に楽しく走れる、ちょっとスポーツカー的な楽しさというのがあったんですね。ですから、スマートは今までシティコミューターと言われてましたけども、立派なグランドツアーガーになったなという印象なんですが、さて今回この車は自然吸気のエンジンなので、そういう意味ではエンジン単体は先代のモデルと大きな違いはないんですが、トランスミッションがツインクラッチになりましたから、発進から
シフトアップしていくときに非常にこうスムースネスが増していると思いますね。そのコンペティターであるそのフォルクスワーゲンアップとか、フィアットのシンクエチェントと比べても、このツインクラッチのメリットというのは非常に大きいと思いますね。しかし私はそれ以上にリアエンジンが持つ、その衝突安全のその非常にメルセデス・ベンツはこのもともとスマートを開発した時から、コンパティビリティということを言ってましたから、当時は E クラスと、カー2カーでぶつけたんですけど、この新型は S クラスとぶつけてもスマートの乗員が守れるということで、安全性が高まっているのと、もう一つは今回幅が少し広がったのでハンドルがかなり切れるようになったんですね。最小回転半径が 3.5 メートルぐらいかな。ということで、この小回り性能ではなんかこう U ターンが非常に楽しいみたいな感覚なんですね。ですから、ツインクラッチが一つの大きなセールスポイントにはなりますけれども、ハンドル角は非常に切れる。 FF 車ですとフロントがどうしても切れないんですね。ドライブシャフトを持ってますから、リアエンジンなのでフロントに駆動力ないですからたくさん切れる、それが大きなポイントだと思います。それと衝突安全性能、全体的にはもうなんかシティコミューターカーということでこう我慢して乗るような車じゃなくなったと思うんですね。実は我が家にもスマートカブリオレがあるんですが、非常に今回気になって個人的に試乗会に参加しましたけども、やはりこうスマート42にしようか44にしようか悩んでしまうぐらいの完成度の高さを両方とも持ってますね。個人的にはやっぱターボにこう少し惹かれてますけども、日本の使い勝手でしたら、N エンジンでも十分かなという気がします。